BTS メンバーの中で突拍子もない言動や行動で4次元と呼ばれ、その不思議な魅力を持っているテテ。そんな個性を潰すことなく認め尊重してきたメンバーたちがいたからこそ、テテの良さが発揮されてきたのでしょうね。今回は BTS メンバーはテテの一番の理解者パート2、みんなテテが大好きをお届けします。たまに誰も予測できないアイデアが思いつくのがテテで、そんな天真爛漫な彼のことをファンも BTS メンバーも大好きなようでした。4次元、繊細、天才肌のテテとメンバーの絡み方。テテは端正な顔立ちとセクシーな低音ボイスからクールな印象を受けますが、実は穏やかで優しく、そしてとっても繊細な面を持っているのです。4次元と呼ばれるほど、他の人とは少し違う視点を持っているのがテテで、多感であるからこそナイーブになってしまうことも。そんな彼の良き理解者なのが BTS メンバーたちで、愛情深くテテを見守っている姿に絆を感じます。天才。テテはアイデアの宝庫。テテに向けて BTS メンバーがよく言うのは、テヒョンの好きにしていいよという言葉です。4次元と呼ばれ、誰も思いつかないようなアイデアが浮かぶテテは、突然不思議な言動や行動を起こすことも。ステージが終わった後に感想などを言い合う際、最後の締めのワードをテテに任せることが多い BTS。2020年に開催されたアジア最大級の音楽ママでのステージのビハインドが BTS の公式 YouTube チャンネルで公開され、そこでもテテワールドが炸裂していました。野外での大規模なパフォーマンス収録を終えた後に、メンバーたちがそれぞれに感想を述べ、チョングクがどうやって締めましょうかとテテに聞いたのです。すると、テテはママの後にパパと叫んでくださいと面白発言。それを聞いたメンバーたちは爆笑しながら OK と快諾。テテがママと叫ぶと、パパと他のメンバーも続き、息の合ったチームワークを見せていましたよね。また、パーミッション・トゥ・ダンス・オン・ステージ・ソウルのビハインドでの締めもテテが発案。テヒョンさんがやりたいようにやりな。と、チョングクが促すと、バンタンバンタンバンバンタンにしよう。と、テテ。すると、メンバーたちは、すぐさま、すごくいいと思います。テヒョンさんがバンタンバンタンやって。と、じゃあ、僕たちの寒い冬が終わりを迎え、また、春に会うその日まで。バンタンバンタン。と、テテが掛け声をし、バンバンターン。で締めることに成功。このソウル公演では、新型コロナウイルス蔓延防止策のため、観客は歓声を上げることができませんでした。そのことをメンバーたちも残念に思っており、ビハインド映像では、スプリング・デイの歌詞に例え、僕たちは寒い冬越え、もう歓声のないコンサートはないという意味です。僕たちはまた歓声のあるコンサートで会えるということです。とテテがコメント。この言葉にはメンバーたちもうんうんとうなずいており、テテの考えに同意しているようでした。テテのコメント通り、2022年10月15日にワールドエキスポ2030釜山コリアコンサート BTS Yet to Come in 釜山でファンたちの歓声を聞くことができた BTS メンバー。彼らとファンたちの願いが叶った瞬間でもありましたよね。世界中から愛されるテテ語。突拍子もない面白いアイデアを思いつくテテですが、同時にファンたちの心が温まるメッセージも発してくれていますよね。そしてその言葉にもテテの感性がプラスされると、いわゆるテテ語になってしまうのです。テテ語の中で一番有名なのがボラエという言葉で、日本語では紫するよ
英語では I、パープル、U となり、テテがファンに向けて作ったことで広く知れ渡ることに。2016年のファンミーティングで紫色に染まった客席を見て思いついたというボラへ。虹の終わりが紫であるように、相手を信じて愛し合おうというテテの思いが込められているのです。ボラへという言葉の意味に心を打たれたのはファンだけではなく、メンバーたちもテテの思いに賛同。コンサートなどでボラ、へとメンバーたちが叫ぶのはお決まりとなりました。この他にも2021年のフェスタでグリーンとブラウンが好きだったテテは2つを混ぜたグラウンという新しい言葉を作ったことも。新しいテテ語が誕生するとファンたちは喜び、グラウンという言葉を日常的に使い始めました。また、テテがテンションが上がってしまったりしてうまく話せなかった時にテテ語が生まれることが多いことはご存知でしょうか。出演した音楽番組でキダリョウ、キダリョウというテテ語が生まれたのもそんな時でした。本来のセリフはチョグマン、キダリョウでしたが、キダリョウ、キダリョウと言い間違えてしまったテテ。メンバーは大爆笑し、照れているテテもすごく可愛かったですよね。さらに言い間違えてしまったテテの代わりに、すかさず RM がチョグマン、キダリョウ、ちょっと待っててねと言い直し、フォローしているのもさすがでした。テテは繊細で心優しい。ここまでのエピソードを見ると、テテは少し変わった発言をする個性的な人物だと思いますが、実は繊細でとっても優しい心の持ち主なのです。ファンを思って作られたボラエという言葉もテテの優しさの象徴ではないでしょうか。人とは少し違う感性を持っているテテは周りの様子をよく見ています。以前授賞式で共演したポール・キムさんがテテの優しさに感動したと語ったことも、BTS も出演した音楽授賞式で一人寂しく後ろの席で座っていたポール・キムさん。するとその様子に気づいたテテが一緒に座ろうと隣の席を進めてくれたというのです。ポール・キムさんはそのテテの気遣いに心打たれ、すっかりファンになってしまったのだとか。周りをよく見ていると同時にテテの社交性の素晴らしさも感じたエピソードでしたよね。また練習生時代にメンバーのジミンがテテと同じ高校へ転入してきた際にクラスメイトにジミンを紹介して回った話をご存知の方も多いでしょう。さらに友達を作るきっかけだけではなく、テテはジミンに学校で辛いことはないかと気にかけていたというのです。ジミンと同じく転校を経験したテテはその大変さが分かっており力になりたかったのでしょうね。優しく繊細な心を持っているからこそ、ここまで相手の気持ちがわかるのだと思います。そして、この時の思い出があるからこそ、テテとジミンの絆も強いのでしょうね。まとめ、いかがでしたでしょうか。今回は、4次元な魅力を持っていながらも、繊細で優しいテテと、そんな彼を隣で見守るメンバーたちとのエピソードをご紹介しました。テテが生み出すテテ語には、思わず笑顔になってしまいましたよね。テテの天然っぷりに翻弄されるメンバーですが、テヒョンの好きなようにしていいよ。と声をかけアイデアに乗ってあげたり、時には優しく見守ったりと、決して彼を否定しません。テテの4次元な魅力はもちろん、メンバー全員の個性が多くのファンを引きつけている BTS。これからも新しいテテ語はもちろんのこと、メンバーたちの仲良しエピソードにも注目していきましょう。